いっせーのせ、こんにちは、ひまです。今日ですね。皆さん、私はもうすぐ高校卒業です。早いね。で、もうすぐ高校卒業するんですけど、なんか勉強のやり方とかももっと楽に、効率的にね、できたんじゃないかなってちょっと後悔してるところもあるんです。まあ、高校3年間を通して、成績もそうだけど、一人でね、ずっと勉強しててちょっとしんどさもありましたね。そして、いろんなね、これから高校生になる子とかにも、どうやって勉強してますかとかね、コツを教えてほしいっていうところも、たくさん質問をいただいたので、今回は、これから勉強頑張りたいっていう方に、私の経験談と解決策をたくさんお話ししていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい。で、ちょっとね、振り返っていこうと思うんですけど、私は高校生、中学生からですけど、ずっと勉強してきてて、振り返って思うのは、やっぱり一人で抱え込みすぎちゃったなっていうところはありますね。なんだかやっぱり、私は周りとの勝負とかっていうよりは、なんかね、過去の自分との勝負だったの。ずっと勉強って。だからこそ、過去の自分が取ったテストの点数をどうやったら超えられるかだったりとか、過去の自分の勉強量をそれ以上に勉強して、どうやって結果を残していくのかだったりとか、やっぱり自分との戦いでもあるからこそ、自分を責めながら、やばいよ自分、やばいよ自分って自分を追い込んで勉強してたっていう感じなので、結構、自分で自分を苦しめてた感はありますね。きつかったな。しかもやっぱさ、周りにさ、自分勉強してるよとかもなんか言えないじゃないですか。で、別に褒めてもらうとかも全くないし、自分で自分のペースを乱さずに、自分を守りながら、でも自分を奮い立たせなきゃいけないっていうところがとても大変でした。あとはやっぱり集中できない日も多かったです。集中できない日って、誰しもあると思うし、今も本当にもう毎日のように集中できない方がたくさんあったんですけど、眠気が襲ってきたりだとか、なんか今日集中できないなって日だとか、あるよね。なんかそういう時は、結構教科を変えながらとか、工夫してみたんです。暗記系の世界史とかだとどうしても眠くなっちゃうから、数学とかの問題を解く系にしてみたりだとか、そういう工夫もしたんだけど、やっぱり限界はね、ありましたね。あとはやっぱり集中できない時もそうなんだけど、わからない問題って絶対あるじゃないですか。その、わからない問題をそのままにしちゃって時間だけが過ぎていくこともありません？これもあったんだよね。やっぱりね、どう頑張っても無理なものは無理じゃないですか。例えばそれでね、じゃあわかんなかったで、どう頑張っても答えがわかんないから、答えを一回見るじゃん。で、答えを見ても、答えしか載ってなかったりするから、結局この答えにどうやってたどり着くのみたいなこともすごくたくさんあったし、でも別にね、塾の先生に聞くわけにもいかないじゃないですか。結構自習室とか自分のお家でやるタイプだったので、私は。一個一個が大変でしたね。だからモチベとかもさ、ほんと過去の自分の動画を、たまに撮って自分の動画を見て、こんな勉強してたんだとか思うけど、細かくとかはわからなかったですね。今思えばああいうのもなんかもうちょっとちゃんとできたのかなとか思って、解決策とかあったのかななんて思ってますね。でも最近ね、知ったのが、それらを解決する最強のアプリがあって、これをね、最初から使えてればなーっていうのが一番の後悔なんですよ。だからこそ、これから、高校生だったりとか、中学生だったりとか、大学生だったりとか、いろんなお勉強ね、される皆さんにもとってもおすすめなアプリです。そのアプリっていうのが、スタディキャストでーす。これね、有名だとも思うんですけど、本当にすごい勉強アプリで、3つの最強機能があるんです。これがあればなーっていうことで、どんなものがあるか、実際に紹介していきたいと思います。やっぱり勉強モチベってめっちゃ大事じゃないですか。どうやってモチベを保とうとかね、思うと思うんです。スタキャスだとルームっていう機能があって、たくさんのもう勉強するルームがね、あるんですよ。そこに入るともうね、みんなで自習室で勉強しているね、気分になるんですよ。でも実際に、そのルームっていう場所ではもうみんなで勉強できるんですよ。これがいい機能じゃないですか。だってリアルタイムでモチベーションが上がるんだよ。じゃあ実際に入ってみます。ルーム。入りました。じゃーん。こんな感じで入りました。今、暇ルームっていうのを自分で作って、そこにみんなが入ってくれてる感じですね。
こんな感じでみんなが頑張ってるのが見えるから、なんかね、自分も頑張らないとっていう気持ちにもなるし、集中もできるんですよね。やっぱこうリアルタイムでこの世界で頑張ってる人がいるっていうのがこう分かるとね、頑張れるよね。もちろん自分一人だけで集中した時もあるじゃないですか。そういう時はね、マイルームに入ればこんな感じでタイマーが表示されて、一人で勉強することもできます。だからそういう時は、ぜひひまのスタディウィズミーとか一緒に流しながら勉強するのも最高じゃないですか。さらに重要なのが、どれぐらい勉強したかっていうのを自分で見てちゃんと把握することが大事だと思うんですよね。こうね、自分で、もちろんこうタイマーをセットしたりするのもいいと思うんですけど、それってね、やっぱりね、こうタイマーを見てちゃんとこう一回一回記録するのもちょっとめんどくさいなって思うし、でもね、このスタキャスでのね、こう自習室での勉強が終わって退出すると、こんな感じで自動で学習記録が可視化されて、めちゃめちゃ達成感じゃないですか。こんなグラフとか自分でさ、一回一回書けないじゃん、あんまり。だからすごく便利。しかもこれ日ごとだったりとか、教科ごとに、それぞれどれぐらい勉強したかっていうのが、一目でね、わかるんですよね。こんな感じで教材の方に行くと、教材一覧っていうね、ページに行くと、こんな感じで、例えばじゃあ、はい、政治経済、社会は2時間勉強しましたっていうのも教科ごとにちゃんと一個一個書いてあります。教科とかだけじゃなくって、教材ごとにこうやって細かく勉強時間だったりとかが見れるのってすごくないですか？本当に便利だと思います。これ全期間でも見れるんですけど、月ごとだったり週ごとだったり、なんならもう1日ごとだったりっていうところでも見れるので、もう全部がこう徹底された感じになってるのがもう天才アプリです。で、あと過去の累計も残るので、頑張りが見えて、また頑張ろうっていう気持ちにもなれて、本当にモチベにね、つながりますね。やっぱりね、勉強で自分との戦いでもあるし、自分が今までどんだけ勉強してきたかっていうのをきちんと見れることって大事だと思うから、ぜひ困ってる方皆さんやってみてください。でね、自習してると、絶対ね、わからない問題とかの壁に当たっちゃって、そこでさ、モチベが下がっちゃうこともありますよね。今も何回もありました。家でさ、こう、ね一人でさ、夜とかも勉強しててもわかんない、これどうしたらいいのって思っても友達に聞くのも申し訳ないし、塾の先生にも聞けないし、みたいな状況でどうしたらいいかわかんないってことはよくあります。でも、スタキャスなら AI 質問機能っていうのがあって、これが本当にすごいんですよ。考えてくれてます。こんな感じで7教科分丸ごといつでも撮影するだけで AI がステップ解説してくれちゃうんです。こんな感じでヒントもくれるんですよね。あとすごく細かいので答えだけじゃなくて考え方だったりとかっていうところはちゃんとこうステップを踏んでわかるようになるのでとってもおすすめです。教えてくれるんです。まずはやっぱり自分で考えてみようって言ってくれて、で、一個一個をこう、まとめてくれるんです。で、一個一個の解説をきちんと細かくつけてくれてます。グラフの読み取りとかも全部、もう、ほら、図で出してくれるんですよ。すごくないですか？これをね、24時間いつでも教えてくれるから、行き詰まらずに勉強できるんですよね。もうすごいよ。これだってさ、さらに詳しく教えてっていうボタンもあるんだよ。例えば漢字なんかも、たまにね、漢字の答えを学校に忘れちゃうとかもあったんですよ、今。そういうのも、頑張って。来ました。こんな感じで問題をまず全部テキスト化してくれて、押すと、ほら、漢字を確認する、音読みを特定する、回答をまとめる、みたいな感じで、解説を見てみましょう。ほら、漢字を確認するでさ、こんなに細かく漢字のね、説明もね、出してくれるなんてないのよ。こうやってやっぱり細かく解説してくれることで、より漢字とかも覚えやすくなるし、印象に残りやすくなると思います。っていう感じで、スタキャスならスマホを活用して、集中して効率的に勉強できて、しかもモチベアップして、これがね、無料で使えるだなんて最高じゃないですか、皆さん。
もう最初からね、なんか中学ぐらいの時からこれ使ってればな。みんなもぜひスタキャスを使って、これからもっともっと勉強を効率的に頑張ってみませんか？ということで今回は私の勉強に関する後悔だったりこうしてればよかったなっていうことをお話しして、それを解決できそうなアプリ、スタキャスを紹介してみました。もうすでに有名で私の周りもみんな使ってるんですけど、でもそれぐらいすごく便利だし、勉強ってやっぱり一人でね頑張らないとって思いがちなんですけど、ちゃんと支えてくれるものがあると気持ちもだいぶ楽になると思います。私みたいにね、過去の勉強こうしてればよかったなとか、後悔してほしくないので、勉強のやり方の、一つの方法として、こういうアプリもあるっていうことをね、知ってもらえたらすっごく嬉しいです。勉強大変なこともたくさんあると思うんですけど、効率的にね、モチベを保ちながら頑張っていきましょう。スタキャスについては概要欄に詳しく書いてあるので、ぜひ見てみてください。めくったらあるよ。では、次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバイ。とってもおすすめです。